こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスファクター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アウキ氏の参戦も決まりまして、また最近ではタクシー50台によるサイドイベントまでの無料送迎も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。まず話題になっているのが、共和党のトランプが副大統領候補に JD バンス氏を指名したのが話題になってますよね。でこの JD バンス氏は仮想通貨派の上院議員の一人とされてまして、これまで SEC vs デビットボックス裁判でも SEC に対して抗議文を送っていたり、個人としても10万ドル以上のビットコインを保有している人物で、仮想通貨界隈では知名度のある議員だったんですけども、今回の共和党の副大統領選レースではそんなに期待されてなかったんですよね。仮想通貨界隈の方でも、この JD バンスになったら熱いよねくらいの温度感だったんで、今回の選出は割とサプライズファンダになってまた盛り上がっております。実際発表された時間帯、日本時間午前4時くらいにはビットコインも上がってますから、市場に影響を与えるくらいのインパクトにはなってます。トランプも暗殺未遂事件があっても、ビットコイン2024には参戦するとしてますから、市場はかなり強気ムードになってますね。あとはブラックロックの CEO ラリー・フィンクがまたビットコインに対して強気のコメントを残したことが話題になっています。CNBC でラリー・フィンクはですね、私は誇り高き会議論者だったと、研究しそれについて学び、そして5年間の私の意見は間違っていたと悟ったと。他のものと同じように悪用がないと言ってるわけではないが、これはおそらく相関関係のない、あるいは非相関関係のタイプの収益を得ることを可能にする合法的な金融商品だと。ビットコインは大金が儲かるという希望がない限り、希望の手段ではない。だが私は存在自体が怖いと感じているものの中で、ビットコインは自分の金融手腕を発揮する手段と見ていると。そしてビットコインには素晴らしい産業用途があると信じていると。そして多くの人がそのことに気づいてないと思うと語っています。ETF 申請から完全に寝返った感じですけども、未だにプロモーションは続いています。でブラックロック自体も運用資産10兆ドル突破で話題になってますが、先日のトランプ暗殺未遂事件の犯人がブラックロックの映像に映っていた件でも話題になってますし、連日ブラックロック関連の話題が絶えない状態になってますね。トランプの一件と今回の副大統領に JD バンス指名の件、さらにこのラリー・フィンクの後押し、ファンダ的にはかなり強いものになっています。また昨日の米国の ETF のフローはまだ全体が公開されてませんけども、グレースケールの GBTC から流出が見られないんで、今回のプラスで終えそうですね。アーク単体でも1億ドル規模の流入が見られます。全体でプラスであれば、先週から引き続き7日連続の純流入達成となりまして、週頭、幸先のいいスタートとなりそうですね。一方、香港の方はビットコイン、イーサともにゼロを記録しています。ビットコインの価格は現在64,600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ニューヨーク連銀製造業景気指数が予想前回のマイナス 6.0 に対して結果がマイナス 6.6 と予想を下回る結果となっています。でまたその後のパウエル議長の発言でも、インフレ率の改善が見られ 2% への自信が深まったという利下げ示唆がありまして、米金利下落、米ドル安要因となっているんですが、ただこの金利に関しては直近のこういう指標や要人発言よりもですね、トランプの当選が濃厚になったせいか、今ではその後の政策が注目されてまして、こういう指標結果があんまり反映されなくなってきてるんではないかという見解もありますね。米国債券では 4.23 と先週末からは上がってまして、ナスダックが2386、S&P500 が5649と、こちらは再度 A 定値更新。ダウ平均が4211、キンゴールドが2422ドル、日経平均が41,190円、ドル円が 158.0 円となっております。個別株の方では、マイニング株や仮想通貨関連株が軒並み上がっております。マイクロストラテジーやマラソンなど、トランプの一件から休日明けで、上位銘柄でも1日プラス 15% から 18% 上昇を見せてますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 4.9%、
額としては323億ドル相当。比率としては全体ではロングが 54.8%、バイナンスミはロングが 53.0% と上売りになっています。今後の指標としては本日7月16日に米小売売上高、7月17日にニュージーランド ACPI、米鉱山生産指数、7月18日に ECB 政策金利、B フィラデルフィア連携景況指数などが控えております。昨日の米市場明けの時間帯に注目してたんですけども、結果としてはビットコインはそれほど動かずですね、仮想通貨関連株が爆上がって、ビットコインら他あるとは、今朝の JD バンスファンドあたりから続伸し始めた展開となりましたね。現物は持ったままでいいんでしょうけども、先物は次の展開があるまでどっちも入れなそうですよね。ロング乗れてれば、トランプのビットコイン2024の7月27日前まで持っておくというのが定石なような気もしますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。チャットだけ見たら昨日ギリギリ超えられてなかった64,000の抵抗を超えているようにも見えますね。短期では上は68,000の攻防に迎えるかどうか、下61,500あたりで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。関係者筋の情報という報道ですが、スポットイーサ ETF が早ければ来週7月23日あたりから取引開始されるのではないかという噂が出ています。SEC が各社の提出している S1 フォームにこれ以上の修正依頼をしていないことから、あとは各社が手数料を決めるだけなんで、取引開始まであとわずかだろうと見られています。ブルームバーグのエリク・バルチナスはですね、予期せぬ問題が発生しないことが条件であると、まだ楽観視できないことを同行してますけども、イーサ伸びてますね。イーサの価格は現在3480ドル、BTC 建ては 0.0539 と、先週と同じ水準になっています。先物の方では OI は全体でプラス 5.7%、額としては137億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.1%、バイナンスミはロングが 63.7% と上入りになっています。BTC 建ては先週末とほぼ変わってませんけども、あるとミームに資金が入ってるんで、もう市場としては上への期待が膨らんでいる状態です。ロング乗れてれば、スポット SITF の取引開始が噂されている来週に入る前あたりまで持っておくというのが、こちらもセオリーな気がしますけども、また延期になる可能性もありますよね。チャートだけ見たら3200の抵抗はもうとっくに超えてまして、現在3500の抵抗で揉んでおります。この山を越えて3650あたりを超えてくると、長期的に強く見える形状になってますけども、果たして来週まで間に合うのか、イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。韓国の仮想通貨課税法案がまた延期される可能性が出てきています。この韓国の税法はですね、仮想通貨の利益に対して 20% の税金を課すということで、当初は2022年1月に施行される予定だったんですが、これまで2度延期されてまして、次は2025年1月施行予定となってました。ただ今回の右派政党からさらに3年延期の提案が出されたことで、最大2028年まで延期される可能性が出てきたという話ですね。韓国のユーザー、また韓国関連の取引所に関してはいいファンダですけども、これを機にまた韓国方面、韓国銘柄が盛り上がるんでしょうかね。あとは DMM ビットコインでハッキングされた資金が先日取り上げたヒューヨンギャランティでマネロンされてたことも話題になってますね。ヒューヨンギャランティはカンボジアの闇サイトでディープフェイクやマネロンなど違法サービスを提供して日本円で 1.7 兆円ほど集めていると。そしてカンボジアの首相、王族とも関係があって、問題視されているということで、前回取り上げましたけれども、その闇サイトと日本の DMM ハッキング事件がここで繋がっています。実際に動いているのはここでも北朝鮮のハッカー集団、ラザルスグループであると指摘されてますね。また他では北朝鮮のハッカーが仮想通貨関連の求人広告に侵入してハッキングしているという情報も出ています。被害額は6億ドル相当とされてますね。仮想通貨関連の求人クリックするってことは、アドレスを設定している可能性高いですから、それで抜かれてしまってるんでしょうかね。気楽に訪問しただけでウォレットが開いて抜かれてしまう可能性があるんで、注意が必要ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。